モンシロチョウは日本のどこにでもいる平凡なチョウです。春浅い頃は菜の花畑のあたりでよく見かけますが、夏になる頃気がつくと彼らの生活の舞台はキャベツ畑に移っています。モンシロチョウは好んでキャベツの葉に卵を産みますが、その訳は幼虫がキャベツや菜種など十字架植物の葉しか食べないからなのです。幼虫は3週間ばかりでさなぎになり、やがて羽化して蝶になります。オスはメスより2、3日早く羽化していて、キャベツ畑を飛び回りながらメスを探しています。そこでメスは羽化するとすぐオスに見つけられることになります。オスはまたメスの存在に敏感で、見つけ次第交尾しに近づきます。一匹がついに交尾に成功しました。すでに交尾を済ませたメスはオスが近づくとこんな姿勢をして交尾を拒否します。ところでオスの行動を見ていると、オスもメスも同じように白いのにどうして見分けるのか不思議な気がします。メスが何か合図の動作でもするのか、匂いでも出すのかと考えてしまいます。生き物にはさまざまな行動のパターンがありますが、私たちはモンシロチョウの行動が一体どのようにして成り立っているかを調べることにしました。私たちはまず実験のためにたくさんのモンシロチョウを用意しました。最初のテーマはオスがどのようにしてメスを見分けるのかということです。この映画では蝶の動きをよく見るためにスローモーションで倍くらいのろくしてあります。この実験に使うのは羽化して2日以上経ったオスです。キャベツの中にメスとオスの標本をグループにして止めました。左がメス、右がオス。こうしてオスの蝶を離してみました。標本でもオスを引きつけるかどうかは見当もつきませんでした。しかしやがてメスの標本には何匹もオスが集まってきて交尾しようとします。こちらはオス。一向やってきません。オスは死んだメスにも引きつけられるのです。このことはメスが何か合図の動作をオスに送っているわけではないことを語っています。
ではメスの何がオスを引きつけるのか。死んでいても良いのなら動体が問題なのではなく、羽の色を見分けているのかもしれないと私たちは考えました。そこで今度はメスもオスも羽だけの標本を作り、キャベツの葉に留めておきます。メスの羽にオスが飛んできました。体はあってもなくても関係ないのです。羽にメスの匂いがあるということも考えられるので、標本をガラスやセロファンで覆って匂いを消してみても、やっぱりオスはやってくるのです。ですから匂いでも動作でもなく、ましてやメスが音を出しているわけでもありません。明らかにオスはメスを目で見つけているのです。ではオスとメスの羽はどう違うか。右がオス、左がメス。表羽はオスの方が白く、メスは少し黒ずんでいます。裏羽は同じように見えます。こんなわずかな違いを飛んでいる時見分けるのは難しいと思われます。そこで私たちは昆虫の視覚を研究した多くの前例から判断して、問題は紫外線なのかもしれないと考えました。予想は当たりました。紫外線だけを通すフィルターをカメラにつけて、紫外線感光フィルムで撮ってみると、メスの羽は白く、オスの羽は黒く映りました。つまりメスの羽は紫外線を相当反射していますが、オスの羽は紫外線をほとんど吸収してしまっているのです。スペクトロフォトメーターで羽に当たる光の反射率を測ってみると、メスの表羽は紫外線を 50% 以上反射するのに、オスはわずか 5% しか反射しません。もしモンシロチョウに紫外線が見えるとすれば、この違いは大変大きなものです。紫外線を多く反射するメスは明るく輝いていて、おそらくオスはそれを目当てにメスを見つけているのだと私たちは考えました。ところがよく見ていると、話はそれほど簡単ではないと気がついたのです。表羽の方が裏羽の方よりずっと明るく輝いているのに、オスはメスの裏羽にばかりやってきます。羽を半開きにした標本では、オスは羽の裏側から近寄ってきます。こうなると紫外線の反射が多いということだけを目当てにしているとは言えない。メスの羽の表と裏では本当にオスの着方が違うのか確かめなければならなくなりました。裏羽にはたちまちオスがやってきて、しきりと交尾の姿勢をとります。オスは裏羽にばかりしつこくやってきますが、表羽は完全に無視されました。このことからオスを引きつけるのはメスの裏羽であることがはっきりしてきました。実際野外の蝶の自然な行動を見ていても、オスは羽を閉じて止まっているメスに飛んでくるし、メスもまだ交尾をしていなければ裏羽を見せたままじっとしています。ところが交尾を済ませたメスはオスが近づくと交尾拒否の姿勢をとります。腹を上げるとともに表羽を見せることもオスを引きつけなくする要素になっているかもしれません。
メスの羽の表と裏でまず気のつく違いは、表より裏の方が黄色っぽいことです。それから紫外線の反射を調べると、裏は表より 10% ほど反射率が少なくなっています。これらの条件の何が問題なのか、こんな実験で確かめることにしました。蝶の形に似せた紙に紫外線を反射する金属の酸化物を塗ってキャベツ畑に置いてみました。オスの蝶たちはこの紙には見向きもしませんでした。今度は少し黄色い色素を混ぜてみました。紫外線の反射を少し落とすと同時に裏羽の黄色みに近づけたのです。オスの蝶がすぐに飛んできました。そしてただの紙に対してまるで本物のメスに対するように行動するのです。ここまで来ればオスは匂いでも何でもなく、紫外線と薄黄色を反射するメスの裏羽の色に惹かれてくることが明らかです。しかも彼らはそれがメスであるかどうかは問題でなく、この色に惹かれてくると反射的に交尾行動をするらしいことがこの実験でわかります。これほどにオスを引きつけているメスの羽の色がどんなものか、紫外線の見えない人間には知ることができません。しかしとにかくモンシロチョウのオスはこの色に惹かれて間違いなくメスを、しかも処女のメスを確認しているのです。他にも色によってメスを見つけている蝶は多いのですが、多くの場合色で見つけた後、互いの匂いを確かめ合う動作が一定の儀式のように続いた後、交尾に入ります。ところがモンシロチョウはハイスピード撮影で交尾の様子を見ても決まった儀式、つまり匂いによる確認はありません。実際触覚を切ったメスとオスでも交尾をするという実験もあるのですから、匂いは関係ないのです。全く色彩の確認だけで交尾をするのですから、モンシロチョウのメスはよほど特殊な色をしているに違いありません。キャベツ畑と花畑を並べた装置。私たちは今度はモンシロチョウの食生活の行動を観察することにしました。実験に使う蝶は羽化して3日以上経っているオスとメスです。わざとキャベツ畑の手前で離してみましたが、キャベツなど見向きもせず花に向かいます。どうもメスが一直線に花に飛び、オスはそれを追っていくようでした。メスはすぐに蜜を吸うことに没頭しますが、オスはそのメスと交尾しようとする者がたくさんいます。それでも一度蜜を吸い始めるとメスへの反応が消えるのか、しばらく蜜を吸うことに集中します。とにかくたくさんの蝶が花畑に群がっていましたが、見ていると蝶がよく集まる花とそうでもない花とあることが分かってきます。昔からモンシロチョウは黄色が好きということになっていますが、確かにこの赤い花などほとんど無視されています。私たちは彼らにとって花の色、形、
匂い、蜜の存在などのうち何が重要な要素か調べることにしました。まず匂いの要素を抜くために本物らしくできた造花を使うことにしました。6つの色の造花のセットを作り、蝶を離してみました。蝶は造花でも止まります。そして口を伸ばして蜜を探しさえするのです。しかしこの場合も色に好みがあるように思われました。黄、青、紫などには来ますが、赤系統はあまり来ません。そこで今度は色だけを問題にするためにこの4色を選んで実験することにしました。実験に使ったのはポスターカラーですが、その光の反射率を調べるとこのグラフのようなカーブを示しています。実験の装置はなるべく花の形に似ないように四角く切った紙を使いました。使う蝶は羽化して3日以上経つメスが主体です。四角な紙でも蝶は飛んできました。何色に一番多く来るか、しばらく見ていてください。実は私たちは黄色に一番来るものと思い込んでいたのですが、予想は見事に裏切られました。紫に群がるのです。次いで多いのは黄色、やや離れて青、赤には全く来ませんでした。ここで紙に来る時の行動をよく見ると、いつも口を伸ばして蜜を吸う動作をするのがわかります。これはメスばかりでなく
オスも同様です。実験に使った紙の中には紫外線を反射している色もありますが、蝶の行動を見るとメスの羽とは全然違う色に見えていることは明らかです。さて、紙に対して花と同様の行動をするということは、モンシロチョウが花に惹かれる最大の要素は色であることを示しています。では、蜜の存在はどの程度問題か。それを確かめるために、砂糖水を入れた紙と入れない紙を並べて蝶の行動を見ることにしました。色は蝶のよく来る紫と黄色です。見ていると蝶は行き当たりばったりの色紙に止まって口を伸ばします。砂糖水の入った方に集中するというわけでもありません。とにかく止まって口を伸ばして、何もないと飛び立つか休んでしまうかするし、たまたま砂糖水があれば吸っているのです。つまりモンシロチョウの行動は全く機械的で、蜜のあるなしにかかわらず、花らしい色に惹かれて飛んでくると反射的に口が伸びて蜜を吸う体勢になるのです。幸いなことに自然の中ではそれでも多くの場合、蜜にありつくことができるようになっているのです。蜜ではなく色に惹かれることをさらにもう一つの実験で確かめてみました。赤い方には砂糖水が入っていますが、紫には何も入っていません。見ていると蝶は何もない紫にばかり後からやってきて、砂糖水のある赤には試しにも訪れようとはしません。この実験はモンシロチョウがもっぱら色に反応して花に集まることを一層はっきり示しています。ところでこの実験でもう一つはっきりしたことがあります。モンシロチョウには赤が見えないらしいということです。彼らの可視範囲は黄色から始まって紫外線の方に少し伸びていると考えられます。おそらくこのままにしておいたら赤に砂糖水があるにもかかわらず、それを発見できずに飢え死にするに違いありません。自然には赤い花が多いのでモンシロチョウは困るかと思いますが、実は芯まで赤い花はあまりありません。大抵黄色い芯があります。そうすればモンシロチョウはその黄色によって花を見つけることができます。また赤といっても黄色や紫がかかっていれば十分引きつけられるのです。このように花の色に対しては大きな融通性があり、蜜を得る機会が多くなっていて、この点は交尾行動の場合とは全く違っています。さらに一連の実験が示していることは、モンシロチョウの行動は非常に機械的であるということです。一見複雑に見える彼らの行動も、実は遺伝的に決定された行動で、学習によって変わる余地のほとんどない単純な反応の組み合わせで成り立っています。生物の行動にはもっとさまざまなパターンがありますが、詳しいことはほとんど分かっていません。もしいろいろな生物についてこのような行動の実態が解明されていけば、今まであまり知られなかった興味ある
生物の世界が開けてくることになるでしょう。